Yo everyone, this is Yuki Kadoka and welcome to our channel. Golden Week na po dito sa Japan. Isa po yan sa mahabang holiday na meron dito. And I want to start our holiday by joining a morning fitness exercise na ginagawa nung aking kaibigan na isang personal trainer. So I hope ma-refresh tayo and may matutunan tayo. So let's go!モーニングフィットネスという形で、今日サッカーとかバレーとか以外の体を動かすっていう、これが一応専門家でやってるので、そこの辺をやりながら、今日ちょっと人数いれば馬跳びやりながら、でも4人ぐらいでもできる、ちょっとそういう体を動かしていこうと思います。はい。基本ストレッチは、リラックスすることができれば、こういうリラックスするときも、お尻上に向けながら手の重み、上半身の重みで、ふくらはぎのもも裏を伸ばして、背中を背骨を意識して、ねじる。脇腹とかもしゆうきエクササイズなんですけど、何のあれなんですか、仕事というか何を教えてるんですか？運動をしてる。そういう教室とかやってるんですか？そうだね、子供にも大人にもしてるし。アキレス腱。でも基本はメインはパーソナルトレーニングだから、室内で1対1でトレーニング指導。アキレス腱を伸ばすので、かかとをしっかりつけて、お尻を上に高く、かかとを地面につけます。ふくらはぎが伸びてる感じ。回線大きく。ラジオ体操か。すごく日本人では言う一般的だけど、ラジオ体操もこうやって大きく。もも前伸ばします。でもも前伸ばすときも理想形は膝揃えて膝が出ない。ちゃんとそこをそうでこれも四頭筋っていうもも前伸ばしてるけど、実はここから少し前傾していってやるとこう腸腰筋って付け根、若干違う。首を仕事前とかできたらいいです。いやだから本当に毎日なんだよね。5分でも10分ラジオ体操やった方がいいですね、やっぱ。ラジオね、マジ最強。最強なんだ。多分一日を元気よく機嫌よく過ごすのに多分ラジオ体操が一番最強。面白い。時間もいいじゃん。なんか6時からへんじゃん。絶妙だし。公園でやるラジオ。公園でもやってるし、別に公園じゃなくてもいいんだけど、絶妙なんだよね。じゃああれを全力。あれを全力で正しく。あれやってる人は多分、日本の健康長寿にだいぶ貢献してると思うよ、やっぱりあれって。別にあれ以外でも何でもいいんだけど。でも、毎日やるじゃん。でもそれがすごく大事。じゃあ、肩甲骨を動かします。肩甲骨。今この動きをしてるけども、この肩から先の腕じゃなくて、肩甲骨を意識する。この時首の力。今、肩甲骨をこう動かしたけども、この時肩甲骨だけ動かしたいから、脇を広げずに締める。さっき言った腸腰筋、膝ついてもいいんだけど、つかなくても、この付け根の部分で腰を前に出す。この膝から下で支えてると結構きついんだけど、ここの筋肉、お尻の筋肉、ここで支える感じにすると少し楽になる。こっちがで前後に上下もいいし前後。これは腸腰筋っていう筋肉、さっき伸ばしたけど縮めて、ここが詰まる感じ。ランニングとかもそうなんだけど、姿勢がすごく大事。前ランニングの時ちょっと言ったけど、この軸の足を伸ばす。軸の足を伸ばすとこのお尻を使う。ジャンプ2種類紹介します。前もちょっとやったんだけども、膝も曲げて股関節も曲げてこれを跳ぶのをジャンプって言います。で今度はホップです。ホップはなるべくこのアキレス腱の力を使いたいんだけども、まずつま先をぐっと上げます。
つま先上げて。で、これは今、つま先を上げるっていうのは、つまり足首を固めるっていうことをしてます。足首。これだけでも足首のトレーニング。柔らかくなるってことですか？いや、硬くする。硬くする。なんで硬くするかっていうと、硬くした方がアキレス腱の力を使える。要は今のこの固めた状態で、これがホップです。足首がふにゃふにゃしてるよりも、つま先がこの固めた方が多分飛べると思う。でこれは多分縄跳びとか、縄跳びとかコン跳びかと。下手くそな人は縄跳びをジャンプで飛ぼうとするから、回数ができないんですけど、このホッピングで飛ぼうとするとたくさんできる。でホッピングももちろん足首だけじゃなくて腕のスイングとかも使えばより高く、まあすごく理論的に説明すると、こう固めた方が着地した時にぐーっとバネの力が加わって、でこのバネがアキレス腱で縮んだものが離れる。この足首がへにょってなってると、かかとが一回ついて足首の力を使ってふくらはぎが広がって固めた状態で飛ぶ。これが実はランニングとかスプリント速く走るときも必要だ。姿勢は足腰幅に開いて、手を真横、ちょっと足開いていいよ、楽です。これもできるだけ肩甲骨から動かす。真横にで分かると思うけど、顎が出ない。顎を引いた状態。頭、肩甲骨、骨盤、あとくるぶし。まっすぐ。じゃあ腹圧もやろうかな、せっかくです。腹圧はしっかりと鼻から息吸って、こっちじゃなくてこっち、横と後ろ、風船が膨らむように呼吸ができる。で吐き切ってったら勝手に吸う。これが一番いい呼吸で、ここから片足立ちをしていきます。ここで大事なのは前見ただけど、膝を伸ばす、お尻、内ももでバランスで、この時にじゃあ呼吸してみようか。で今度は俺が押します。はい、耐えてください。90度。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、形はいいね。7、8。はい、OK。次は、出た。これヒットでやったやつ。そう。でスクワットなんだけど、ワイドに開いて、体を起こして目線前にして、で、ちょっと前に。これが難しい人がいる。なんでかというと、股関節硬い人。で、じゃあ肩幅よりちょっと広く開いて、つま先を。体重はこのくるぶしライン。かかとラインでもいいんだけど、かかとのライン。前すぎず、後ろすぎず。このライン。ここのラインに自分の体を置いて、そのままちょっとお尻を引くようにして下がる。だからまあやっていけば、このエクササイズやっていけばある意味ストレッチ効果もあって、で実はこの内ももも使います。深くやればいい。でここから少し狭めにしてジャンプ。まずゆっくりでいい形。大事なのはこうじゃない。これだとここ使っちゃうから、さっきの延長線上にジャンプって使ってみる。この体幹、ここ姿勢維持したままお尻を突き出して、ケツの力で着地。ケツで衝撃吸収。そうそう、この方が膝痛めない。そう体幹ってあれ何ですか？バランス。体幹っていうのは基本的に、例えばさ、運転あるじゃん。運転とか懸垂できる。懸垂って実は体幹力がつけば懸垂できる可能性もある。なんでかというと、体を
この力、お腹の体幹の力で持つ。例えばそれは捕まってる時と一緒で、100腕で持つのと50腕で持つのだったら、50で持った方ができる可能性ある。その50、残りの50どこで出すかで実はない。だから実は座っててもさ、ケツ痛くなる時ある。ああ、あります。長時間座ってたら。はい。なんでかっていうと、ケツの筋肉が潰れるから。はい。でも体幹で支えてれば、それが伸びるかもしれない。ケツが痛くなる時間が。普段30分痛くなったのが1時間に伸びるかもしれない。それぐらいここを使えてるから、ここで体、上半身を支えられてるかどうかっていう話。だからその力が強くなれば、長時間走ってても疲労が少なくなったり。その理屈はわかる。要は10キロ担いでるのと10キロ担いでない。担いでない方がいいよね。で、その担いでないのどこで出すかというとここで出す。だからでも、パワーじゃなくて持久力の話になってくるから、逆に言うと、使えてないんだよね、翔太の場合は普段。翔太の場合は使えてる。で、そこは何の指標かっていうと、多分呼吸。普段から深い呼吸を意識したり、このさっき言った腹斜筋って横の筋、後ろのインナーマッスルを普段から使えてたら、もう普段から練習になってる。だから、例えば、そうだったら多分呼吸の練習から。だから今のも、スクワットやったけども、姿勢を意識してみて、このインナーマッスルを使うことを意識してみて、もう一回やってみようか、じゃあ。はい。各々の弱点とか、自分のどこが意識したらいいのか。加藤ちゃんだったらここ使いすぎるから、こっちどう使おうかな。これ胸張った方がいいですか？姿勢だったら張った方がいい。ただ張るのもいいけども、張りすぎてこの腰取っちゃう場合もあるから。でやっぱり、翔太の場合はお腹を使う。はい、インナーを使う。お腹に力入れたり呼吸をして、やわりさ。あ、そうそうそう。いいね。オラウータン味が増してきてます。ちょっと違うでしょ。はい。使ってる場所が。それぐらい変わるんだよ、意識する。自分の体を認識できるか、自分がどういう使い方をしてるか。要は関与。そこに神経がいって、そこで使えるかどうか。そういう話。だから普段から姿勢意識しましょうとか言うけど、姿勢ってなんだろうって話した時に、まず姿勢の根っこであるここを意識したら、もう勝手に姿勢が整うかもしれない。だからここがしっかり支えるから、頭の位置も肩甲骨の位置も固まってくるから。姿勢をばっかり意識しようとすると、多分顎を引くとか胸を張る。でこの辺のアウターばっかり使って腰ばっかり痛くなって。だったらもうその大元の呼吸だけ意識してれば、あとは意外と自然として良くなったねみたいな。意外とその根っこの話、大元の話をしよう。で今度は今この開くやつで、今度は前後ランジって言われる。はい。でジャンプはまず難しいから、まずこの姿勢。でまずこれ大事なことを言います。はい、大事なことは腰を反りすぎたりとか丸めすぎたりじゃなくて、この姿勢、まっすぐなフラットの姿勢のまま足を後ろに引いて、でそのまま真下に下ろしたり。姿勢が変わらない。そうで最初の時言ったんだけども、これ何回かやってて、例えば足がずれます。この辺にめっちゃ力入ってるっていうのはエクササイズとしてはちょっと参考。どこに入れたいかっていうと、体幹部とこのお尻、この股関節周りでこのエクササイズができてる。はい、ありがとう、たくみ。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ボール一応ありがとう、いや、ありがとう。今ちょっとフィットですよ。はい。本来やりたいのはこの上下運動をしたい。だから真下、股関節。ちょっとは逆に真下までできたんだけど、体幹部が入ってるからこういう感じ。あー、なるほど。ここには効いてるけど腰もいい。はいはいはい。上下運動。これうまい。膝上げていいや。彼やっぱフィットすごいうまい。やっぱりその自重系の運動をボルダリングしてるから、どう使うかうまい。基本的に今そんなになんていうか無理なくやってる、体をうまく動かす。鍛えようとするとどっかの筋肉に力入れようってなる。それはそれでトレーニングして楽しいんだけど、これ今動きを作ってるだけだから、ある意味どこも疲れないが理想。こんな感じで。
ちゃ綺麗ですね。なんか何回もできそう。確かに。これが理想。カドちゃんぐらい。そうそうそう、カドちゃんグッド。本当です。真下まで。そうそう。ちゃんと体幹入ってる。多分明日筋肉痛で。いやー結構筋肉痛になる。なるなる、全然なる。このレベルでも全然なる。あ、いいね、翔太上手くなった。翔太。だいぶよくなった。まっすぐ。うん。ちょっとこっから腕振って立ち上げる。腕振りは肩甲骨。腕振り。まあ別にその角度とかうんぬんはまあいろいろ一旦置いといて、さっき肩甲骨って言ったけど、基本的にまず前には振らないんですよ。後ろに振った反動で前に振ることがあっても前には振らないです。なので肩甲骨動かすんだから別に前に振る必要ない。で、基本的に肩甲骨と背骨が連動してるから、もう一個連動する。股関節も連動する。だから加藤ちゃんこういう。おー、すごい。そうだからこれが歩くときに重要なの。走る。勝手に動かない。動いてないってことは連動しない。確かに。そう。彼動いてないし、あんまり。確かに。動いてないね。そう。だから俺がよく言うのは、腕振りおばさん。こういうおばさんいない。ウォーキング。いるね。いるね。マジか。いるね。これいいじゃん。これ実は腕振ってるポージングなだけであって、実は体が連動してるわけじゃない。でもっと言うと、じゃあこの回旋やってみて。肩甲骨動いてる。股関節動く。これが本来の連動。股関節止めてやってみて。気持ち悪くない？一旦股関節やると、テニスとか野球とか、サッカーもそうだけど、全部やってる人はこの連動で動く。だからこれ腕振りも一緒で、腕を振ると股関節が動く。さっきより動いてる。何が違うんですか？これ全然わかんないです。じゃあちょっとは翔太じゃあ2人ちょっと見てて。これやってみて。お尻ある。おー、めっちゃすぐ。めっちゃすぐ。これは連動してる人。ちょっとやって。これわざとやってないでしょ。いや、わざじゃないです。ガチガチ。これ全体で動かそうと思ったら動かないですよ。そう。やっぱりこの神経が連動してないから。そうするとめっちゃ動く。腕を振れば振るほど加藤ちゃんは前に進む。なんか腕振る反動でそう通過するみたいな。そうそうそう。だからそれは連動だ。彼はバラバラだから。今未知との対抗だ。サイボーグです。サイボーグです。はい。だから、そう。でちょっと俺がやってだから歩幅が上がるっていうのはこういう腕をしっかり振って前に。腕振らなくてももちろんいいけど、でも腕振らなくても肩甲骨が動いてるから。最後、じゃあちょっとエクササイズして終わります。最後は馬跳び。ちょっと高くない？そうだからポイントはしっかりと低くしてあげることで平らにしてあげること。です。あと、簡単にちょっと前によいしょ。いや、そうっすね。まあ、こうやって朝から運動できることがすごく気持ちよかったですね。すごく。よかったよね。あと、いかに自分が普段こう体を使えていないかをすごく身に染みる時間だったなっていうふうに感じます。で、今年は本当にこの今日学んだことをちょっとずつ日頃の中でも意識しながら、特に連動
っていう部分ではすごく自分は体がもう分裂してたんでそこをちょっとずつつなげられるように、はい、していけたらなっていうのと、まあフルマラソンを走る予定なんでそこに向けてしっかりとちょっと体を整えて今年はいこうかなっていうふうに感じました。はい、じゃあお疲れ様です。最近考えて運動なんていうか体だけならまだできるんですけど、球技とかすごく苦手で、それこそこうやっぱりさっきの腰をひねる動きとか、サッカーもそうだと思うんですけど、そういうのはあんまりやってきてなかったんで、ちょっとスポーツをすごく上達したいなって最近考えてます。バレーだけめっちゃ上手くなっても、サッカーだけめっちゃ上手くなっても、なんか一時的なものだなって思ってて、やっぱりそこのサッカーもバレーもなんかテニスもなんかどのスポーツにも共通するなんかこう能力とか素地を持ってつけたいなと思ってて参加しました。で今日学んだそういうこう体の動かし方みたいなのをなんかこうもう自分の通常の動作に落とし込んでいきながら他のスポーツにもそれを生かして上手くなるようにやっていきたいなと思います。いやでもこういう学べる機会があることね、本当にありがたいです。ありがとうございます。そうですね、なんかやりたいことがいっぱいあっても、なんかやはりそのためにはやっぱ体力つけないといけないなってちょっと感じるようになって、今日は本当になんかもうなんかよく分かんなかったんですけど、なんかもしかしたらめっちゃなんかまたなんかいっぱい走るのかなと思ったんですけど、でも逆にこういうまた違う観点でなんか体を整うっていう学べて本当にめっちゃ来てよかったと思います。はい、お疲れ様です。モーニングフィットネスって形で3回目なんですけど、俺が仕事でこれをやってるのでぜひ享受したいとあったんだけど、そうでも結構みんなも言ってくれたように運動はね必須。設備を受けるとか別に関係なし、健康維持と運動は密接に関係ない。もちろん食事もでダイエットのために運動するとか、なんか将来のために筋トレするとかはあるんだけど、運動っていうところは必須課題があって、さらに言うとさっき説明してくれたんだけど、楽しむためにはある程度技術が必要ってそうでも逆に言うと技術は学べばスキルなんてつくんですよ。30超えようが40超えようが、こういう機会をつかめるかどうか、来ないかったのが悪いんじゃなくて、来た人の恵みとその受けるものがすごく大きい。その価値の部分をやっぱりぜひ知ってほしい。これも学べば多分数千円は最低でもかかる内容を実際やったんですけど、で実際いろんな状況関係あって来れない人もいるけど、でも来た人はすごく有意に感じてるし、でこの体の一つ、使い方一つ、体幹の感覚一つで腰が痛くなくなった、肩が楽になったって可能性もある。今後一生ね。それすごくない？コスパ良くすぎない？いやめっちゃいいです。めっちゃいいです。でもう一個は全部この内容って YouTube 見たらあるかもしれないけど、でも YouTube を見たところで実感がないから難しい。だから俺の仕事ってのは基本的にそれをお金をもらって1対1で細かく教えるようにやってるけども、ぜひこういうところに来てその価値が分かったので、それをぜひ自分で実践してみたりとか、その感覚をさっきのね、その前に感覚もそうだし、走りで応用してみたり、バレエでも何でも応用してみて、ぜひこの1回の価値を自分の中で高めていくのがすごく重要かなと思います。そうしていくとどんどん活動的アクティブになって、じゃああれ学んでみよう。ぜひそれはいろんな分野で、体もそうだし、子供もそうだし、それを感じてもらう。そういうのを感じる。しかも実感できる。爽やかに、気持ちよく。まだ9時だよ。確かにまだ9時まだ1日残ってる。今からだよ。今から起きる人がほとんどすごい。我々は2時間弱運動してって始められる。その価値をちょっと分かってください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。So, tapos na ang ating morning fitness today. Sana meron kayo natutunan and I hope you enjoy our video today. So, please don't forget to subscribe, like, and share. And check for more videos. See you next time. Bye-bye.